こんにちは、UE キャンプです。本日は UEFN の紹介をしたいと思います。UEFN は Unreal Editor for Fortnite の略で、Fortnite のクリエイティブモードを拡張する形で登場した完全無料の PC 向けゲーム制作ツールになります。Fortnite のマップに対して自分たちが作ったアセットやバースと呼ばれるプログラミング言語を作って独自のゲームロジックを実装したりすることが可能になっています。では、まずは起動するための環境構築から説明していきます。まずは Epic Launcher から UEFN のダウンロードをします。この際、Fortnite 自体のダウンロードもする必要があるので注意してください。では、早速 UEFN を起動してみます。起動すると UEFN の各種ドキュメントへのリンクが表示されています。実際にいくつかのページを開いてどういった情報が載っているのか確認してみます。まずは UEFN ドキュメントです。こちらでは UEFN でどうやってコンテンツを作っていくかのドキュメントがまとめられています。各種 URL には UEFN 起動時のプロジェクトブラウザの左上のアイコンからも飛ぶことができます。それでは島テンプレートのシンプルからプロジェクトを作ってみます。こちらが島テンプレートのシンプルから立ち上げたプロジェクトの起動画面になります。島のプレイテストはセッションを開始というボタンからスタートすることができます。まずは押してどういった挙動になるのか確認していきます。こちらがセッションを開始した後の画面になります。実際に島を作っていくときには、先ほどのエディター画面とこちらの画面を往復することになります。それでは実際にいくつかのオブジェクトに変更を加えてみます。まずは真ん中のテーブルを複製してみます。変更をプレイ画面に反映させるためには Push Changes というボタンを押します。エディター上で複製したテーブルがプレイ画面にも反映されています。次は後ろの植物を複製してみます。コントロール S で保存を押すと自動的にプレイ画面に反映されます。植物が2つになっていることが確認できました。次は Birth と呼ばれるプログラミングの挙動を確認していきたいと思います。まずはメニューから Birth のアイコンをクリックします。Birth を扱うためには Visual Studio が必要になります。自動的にインストールを促されるので、インストールを進めていきます。インストールが完了すると、Visual Studio を通してバースを編集することが可能になります。Visual Studio からいくつか構成されているファイルを閲覧してみます。バースを編集したい場合は、左上のバースをもう一度押すと開くことができます。バースの動作確認は別のプロジェクトで試してみます。プログラミング経験者ではおなじみの Hello World を画面に表示してみます。加えて別の文字列も表示してみます。バースの変更を反映するには、バースコードをビルドをする必要があります。
実際にゲームを動かしてバースで変更した内容を確認していきます。画面左上にバースで表示した文字列が表示されています。次にバースでビルドエラーが出た状態のコードをビルドしてみます。他のプログラミング同様にビルドエラーが存在するとメッセージログにエラーが出ている行数が表示されています。ダブルクリックすることで該当箇所に飛ぶこともできます。エラーがない状態でビルドするとサクセスビルドが完了しましたと表示されています。バースを使いこなすにはプログラミングスキルが一定必要になってくるかと思います。現在プログラミングを知らないという方はまずはバースなしでコンテンツを作っていくことをお勧めします。昨今の PC や家庭用ゲーム機における開発費は数十億から数百億とかなり高騰しております。UEFN のようにユーザーが自身で作ったコンテンツをゲーム内に反映させる方法はゲームの寿命を伸ばすためにも有効な手段と言えると思います。島を作って販売することで収益を上げることも可能です。UE キャンプでは初心者が UE5 を使ってゲームを作るためのノウハウを動画で配信しています。動画が良かった UE5 を学びたいという方はチャンネル登録よろしくお願いします。Twitter も概要欄にリンクがあるのでフォローよろしくお願いします。